はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について、共有の方をしていきたいと思います。海外のですね、公式テレグラムおよびディスコードの方から僕の方で重要だと思ったものをね、抜粋して紹介の方をしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、では早速ですね、解説の方をしていきたいと思います。なぜ、複数の SGB アカウントが必要なのかということで、これね、複数アカウントを持ちたいっていうね、意見があったので、それについてですね、他の方がなんで必要なんですかってね、疑問に思ってた質問になります。で、答えられてて、2つ以上のプロバイダーに、デリゲートするためでしょうということで、2つ以上というのは、1つのウォレットにつき2つの FTSO にデリゲートできるんですよね。で、報酬率が変わってきますので、複数ウォレット持ってると、複数ね、デリゲーターに預けることできるんで、いろんなね、リスク分散というか、複数の FTSO に預けることで、その収入をね、上げるっていうことを考えている人がいるのかな。そういった形かと思います。で、それでビフローストのウォレットは将来的に複数のウォレットをサポートする予定ですという、実はいい機能なんですということで、ビフローストウォレットね、将来的には複数ね、ウォレットを使えるようになる可能性があるということで、コミュニティの方でね、発言のがありましたので、僕のね、取り上げてみました。はい、あとですね、WFLR でしか投票できず、FLR では投票できないとなると、特別な人しか投票しなくなると、なぜなら多くの法域で、FLR を WFLR にスワップすることによって売りが誘発され、課税されるからですということで、税金の問題でね、投票は、WFLR に変換しないと投票できないので、それすると税金に関して問題があるんじゃないんですかっていう形で、質問の方があったんですが、基本的にはこれ WFLR にラップするっていうのはスワップする、交換するっていうことではないので、ネットワーク上で同じトークンがラップされているだけですって説明の方がされてまして、ただし税務に関する、質問がある場合は必ず認定税理士に相談してくださいということで、税理士じゃないとね、資格がないと税金に関してはね、答えることはできませんので、確かにラップするっていうのはスワップすることはないんですけども、それが問題ないのかっていうのは税理士に相談してくださいとのことです。で、また他の方もね、ご意見ありがとうございます。チームは税金に関する、解決策を提供するために取り組んでおり、詳細はブログでお知らせしますが、投票プロセスに変更があるとは思えませんということで、これね、税金に関する解決策っていうのは、これエスクロー機能っていうのがあって、その収入を後に送らせることができる仕組みっていうのをね、プロジェクトの提案されてまして、それに関しては、またね、後ほどブログで、お知らせしますということで、まだ公開の方されてません。で、投票プロセスに変更があるとは思いませんということですので、WFLR に変更して投票するっていうのは変わらない、予定となっております。ただね、フレアが全ての税金のシナリオに対応するオプションを提供することは不可能なので、税金は支払わなければならない。これは税金はね、支払うのは必要だということですね。で、個人的には暗号に対応するために税制が変更されることを望みますが、すぐにそうなるとは思えませんということですので、そのエスクロー機能がね、公開されて税務にね、優遇処置として対応するかっていうのは、フレアのからは一応ね、その提案あるけども、それが実際にね、ちゃんとね、税務上の優遇措置になるかどうかっていうのは先ほども言いましたが、認定税理士ね、税理士の方に聞く必要があるって、エスクロー機能が有効かっていうのね、そちらも税理士に聞いてくださいということですね。はい、あと、フレアをラッピングしてステーキングすることで、一種の貸付、レンディングになるんですかって質問に対して、いいえ、あなたは VP、ボートパワー、投票力ですね、を、プロバイダーにデリゲートしていますが、あなたのトークンはあなたの財布から出ることはありませんということで、ボートパワーをね、提供してステーキングっていう形になっておるので、トークンがね、実際にあなたのウォレットから離れるっていうことではない、だから貸付ではないっていうことで、説明の方されてます。で、あと、フレアネットワークを追加できるのは、今のところメタマスクかブレイブだけですということで、今後ね、いろいろ FLR をね、ネイティブでサポートするウォレットっていうのは、一応ね、まだね、公開されていく予定となっておりますが、現状ではメタマスクかブレイブだけ、もうフレアのね、RPC っていうのは、公開されておりますので、僕のね、別の動画、メタマスクから追加する方法は別の動画で解説しておりますので、そちら見ていただければね、解説をしてますんで、もう追加することができます。で、ただまだ配布はされてないので、残高の方はゼロになっております。あと、ブレイブの方もね、もう追加することができるようとなっております。
で、あと FLR ネットワークで、デリゲートできるトークンは何ですかということで、WFLR と F アセットが使えるようになったらデリゲートすることができますと。だから WFLR とあとは F アセットもね、デリゲートすることができるようです。ただ、インフレ報酬、デリゲート報酬をもらえるのは WFLR のみですということですね。解説もされてます。ただね、これ別の動画でも解説したんですけども、F アセットもね、デリゲートすることによって何かね、トークンとか NFT とか、ものがね、もらえる、FTSO のデータプロバイダーから、配布される可能性もあるようですね。もちろん全くもらえない可能性もあるんで、ですので、あなたがね、デリゲートする、F アセットをデリゲートする際には、その FTSO がね、オプションとして何かね、配るものがあるのかどうかっていうのをデリゲートする際にね、確認されるといいかと思います。はい、あと、提案の可決に必要な最低投票数のフレアはあるのでしょうかということで、1票だけで可決されるのかっていう質問に対してですね、WFLR の話ですね。単純多数、決では、投票数の 50% 以上が賛成で、かつ、フレアトークン総数の 30% 以上の投票があれば、その、議案は確定となりますということですので、これね、ホワイトペーパーからね、引用したようです。一応、コミュニティリーダーの方がね、そのホワイトペーパーからコピペして持ってきたようで、僕もね、ちょっとその 30% っていうのはね、知らなかったんですけども、まあ、投票力の半数以上がね、賛成する今回のガバナンス提案にね、あとは、かつ、フレアトークン総数の 30% 以上の投票。で、フレアトークン総数っていうのは流通可能な量を指すということですので、まあ、簡単に説明しますと、まず半分以上がね、可決した、賛成したと言っても、投票した人がそもそも1人とか2人とかね、だから 1WFLR、2WFLR とかだったらもうサンプル数ゼロと一緒ですので、全体の 30% 以上がまず投票に参加してるっていうね、追加条件っていうのも必要になります。だから 30% 以上の投票があり、なおかつその半分以上が賛成してた場合は可決されるっていう形になっております。はい、で、どうやってビフローストウォレットで、FLR トークンを設定するということで、ビフローストウォレットは、準備が整い次第、バックエンドで、フレアネットワークを統合する予定ですということで、結構プロジェクトの方がね、このビフローストウォレットっていうのがね、簡単でおすすめですということですね、説明の方されてますので、現状ね、まだ追加することはできないんですけども、今後ね、ネットワークを統合するということですので、そちらで公開されたら僕のでまたまとめていきたいと思います。はい、あと、XRP を、FXRP に変換するには 5% のコストがかかりますが、FXRP から通常の XRP に戻すにはどうすればいいですか、また支払わなければいけないんですかということで、5% はあくまで例ですということで、XRP をね、F アセット、FXRP に、変換する際にエージェントにね、5% 手数料、払うということなんですが、その作成、手数料ね、あくまで例ですと、競争力のあるものになるでしょうということで、変わる可能性があると、まずね、これ FXRP に交換するのも、手数料も変わる可能性があると。で、償還手数料、逆に戻すときですね、XRP に戻すときの手数料というのはまだ明確に定義されてないと。で、近い将来、定義する予定ですが、コミュニティが望むんであれば、少額にすることもできるし、将来のガバナンス提案でゼロにすることも可能でしょうということで説明のをされています。はい。で、今、F アセットは、XRP、同時、XLM、ライトコインだけですよねという質問で、あとビットコインもということで、あとアルゴとフィルかなということで説明の方されてまして、で、アルゴとフィルに関してはレイヤー契機。で、あとは、ステートコネクタになります。で、クロスチェーンのアセット報酬プールっていうところから、この F アセットをね、保持しておくと、報酬の方がもらえるっていう形に今後ね、なっていく、将来になっていく予定となっております。はい、で、あと、フレアでは NFT のシーンは活発なんでしょうかということで、これ今、ソングバードね、スパークルズで NFT マーケットで、ね、活発に取引されておりますが、トークンのね、FLR が配られた、始まって、プロジェクトがね、自分たちのノードを運営できるようになれば、フレアもね、活発になっていくということで、今後ね、NFT、フレアでも、どんどん活発になっていく予定となっております。はい、続いて、ソングバードネットワークを、サポートしているウォレットのチュートリアルですということで、現状ね、ソングバードを対応しているウォレットの方が、こちらのリンクの方から見ることができます。で、今回の動画の概要欄に、この元記事のね、僕の元記事のリンク貼っておきますので、そちらをクリックしていただいて、このね、リンククリックしていただければ、そのソングバード対応見れます。で、その対応しているウォレットね、レジャーとかディセントとかね、ブレイブ、ビフロストとかね、がまたね、
ね、フレアネットもサポートする予定です。おそらくねっていうことですので、ご自身の持っているウォレットが対応ウォレットにね、になる可能性があるかっていうのところをね、見ていただければと思います。で、ビフロスウォレットは非常に使いやすいウォレットと考えられていますということで、おすすめということですね。はい、続いてね、皆さん気になっているかと思いますが、こちら最後になりますが、観測モードね、の調子はどうですかということで、もうね、一応9月5日に終了予定となっておりますので、あくまで予定なんですが、最短日程でね、ですとあともう6日ぐらいかな、もうあと数日しかないので、結構心配されている方もいるかと思いますが、現状はね、もちろん順調にいってますと。で、FTSO が自分たちのノードを立ち上げるという、次のマイルストーン、中間目標ですね、を開始したくてたまらないと、おそらく今週中にもということですので、まずはFTSO が独自ノードっていうのを立ち上げると。それがまあ今週中に行われると。で、そのね、質問に対して、ノードが安定していることが証明されれば、検証のための転送が始まるのでしょうかということで質問がありまして、この検証が始まって終わるっていうことがね、大事なんですよね。フレア財団の方から検証力がね、67% 以上バリデータ検証が始まって、FTSO の方に引き継ぎされたら、観測モード終了となりますので、それがね、始まるのがまず大事っていうところで、今のね、ノードが安定するっていうのが次の目標で、この過程で重要な一歩となるということで、コミュニティには必ず報告しますということで、バリデーションが始まったら、まあ、報告があると。ただね、もう、あと数日しかないですよね。ですけども、まあ、プロジェクトの方がね、結構発言の方されてて、このバリデーションが始まったら一気にね、進むらしいですね。もう、全部準備、すべての FTSO66 か7の FTSO がね、もうバリデーションの準備は整ってて、始まったらガッと一気にね、行くイメージになると思います。ですので、そのアナウンスがあったらね、もうすぐに始まって終わる可能性がありますので、まあ現状で、そのバリデーションの開始を待つっていう形ですかね。おそらくツイッターとかでも配信があるかと思います。ただもうね、数日になっておりますので、配信の方あったら僕の方でもね、またまとめていきたいと思います。ここからね、いろいろね、すごいスピードで、始まっていくと思いますので、情報の方もね、たくさん出てくると思います。ですので、また僕の方でね、逐一動画の方をまとめてね、できればね、毎日配信できるように、まとめて、お伝えできればと思いますので、よかったらね、他の動画の方も、見ていただければと思います。はい、じゃあ今回はね、フレアネットワークの最新情報についてお伝えさせていただきました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなくすべて無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方をさせていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。